続いて、Go が、利用できる領域について説明していきます。これはちょっと、2018年のサーベイの結果になっていますが、こういう形で、Go の利用状況が出ています。確かもう2019年の結果も出てたと思いますが、基本的に Web 開発が多い傾向にあります。Web 開発、API サーバーとかサーバーサイドのプログラミングが多いかなと。時点で、DevOps とかシステムプログラミング、あとはネットワークプログラミングですね。これらもなかなか、Go は得意かなというところで、使われていますと。一方で、GUI とか、あとは機械学習とか、そういったゲームとかですね、そういったものに関しては、他の言語の方が使われているという状況になっています。これは刻々と変わっていくと思うんですけど、基本的に GUI は、そこまで、Go は、得意ではないという形になっています。ここにちょっと簡単に説明すると、サーバーサイドへの Go の利用というのは、例えば、クライアント、ブラウザとか Android、iOS アプリがあったとして、それらはJS とか HTML、CSS、Android、iOS の場合は Java とか Swift とか、Java じゃなくて今だと Kotlin かもしれないですけど、で書かれたクライアントからリクエストが HTTP リクエストがピョンと飛んで、それを受けて、データベースからデータを引っ張ってきたりとかして、レスポンスとしてウェブページとか JSON とかを返すみたいな、そういったものになっています。どなたか、ブログのリンクを貼ってくれてますけど、ありがとうございます。で、あとはですね、今のウェブ、通常のウェブアプリの他に、gRPC とかも最近使われる傾向にありますと。これは、Go と同様で Google が開発した RPC のプロトコルになっていて、デフォルトはプロトコルバッファーっていうバイナリ形式の、データ形式で、やり取りができますと。HTTP2 を利用して通信を行っています。いろんな言語で、利用ができますけど、同じプロトコルで、通信が行えるので、非常に便利という感じになってますと。はい。ちょっとここに上がってるこの gRPC はちょっと若干古いかなと思いますけど、新しいバージョンの gRPC の、gRPC じゃないな、プロトコルバッファーの、ライブラリーとかも出てきていますと。はい。次、サーバーで使うとしたら、Google アップエンジンが、クラウドランも便利ですけど、アップエンジンなんかが、非常に便利かなと思います。Google アップエンジンは Google が提供するパースになっていて、高いスケーラビリティがあって簡単に利用ができてメンテナンスコストが低いという、利点があります。Go のインスタンスの起動が、恐ろしく速いですと。で Go1.11、G バイザーベースになってますので、Go モジュールが使えたりとか、ファイルのアクセスが可能だったりとか、Go ルーチンが、の並列度ですね。いくつ、Go ルーチンが並列に動くかっていうのが、8に設定され、もともと1だったんですが8になったりとかしていますと。で Go1.12 から第2世代と呼ばれる、アップエンジンになっています。この辺はですね、実際にアップエンジンやってみたい人に対し向けの情報なんですけど、ハンズオンとか、いろいろありますし、あとは GCPUG というコミュニティがありますので、もし Google アップエンジンに興味がある方はそちらのコミュニティに入っていただいて質問してもらえればいいかなと思います。はい。で、Go で開発されている著名な OSS としては、Docker とか Kubernetes、あと Gvisor なんかが多いかなと思います。クラウド関連の OSS が非常に多いと思います。で、Go を製品開発に利用している企業としては、海外としては、PayPal とかアメリカンエクスプレスとか、皆さん聞いたことあるような、企業で、日本は私が所属するメディカルグループと、あとはサイバーエージェント DNA、ユレカグノシーなんかが、採用しています。で、ここに上がっているリンクをですね、クリックしてもらうと、一覧が出てきますと。もっといっぱい採用してますね。はい。サーバーサイドの利用としてはこんな感じで、次の利用方法
利用方法としては、活用事例としてはコマンドラインツールが多いかなと思います。で、コマンドラインツールが、非常に便利なのは、環境に依存しないこと。これは先ほど、話しましたね。あとはクロスコンパイルができることですね。あとは、これも先ほど言いましたけど、標準パッケージが豊富なので、コマンドラインツールを作るための必要な機能が標準で、かなり用意されています。例えば、コマンドライン指数を扱うフラグパッケージだったりとか、ファイル操作を行うような OS パッケージ、ファイルパスパッケージ、あとはテキスト処理を行うようなストリングスパッケージ、あとは JSON とか XML とか CSV なんかのデータ形式を扱うエンコーディングパッケージなんかがあります。で、Go で書かれた CLI ツールで有名なところに行くと、ペコとか、これファジーファインダーですね。マキさんという方が作っています。あと GHQ、これはモテメンさんが作ってるやつですね。あとヒューゴ、これは、静的サイトジェネレーターになっていて、今 Go チームにいるスティーブが作ってるやつですね。はい。続いて、組み込みとか IoT での利用っていうのも、されている面がありますと。基本的には Go は、クロスコンパイルができるので、割とリッチな、環境であれば、リッチっていうのは、ラズベリーパイとかそのぐらいの、リッチな環境であれば、クロスコンパイルができるので、問題ない、組み込みっていうとちょっとあれかもしれないですけど、IoT という分野でもある程度、使えますと。ただランタイムがあるのでバイナリーサイズがかなり大きいので、バイナリーサイズ、メモリの制限があったりとか、そのディスクの容量が制限があるとか、そういったものに関してはちょっと厳しいかなというのがあります。で、ライブラリーとしては、ライブラリーというか、ライブラリー群と言った方が正しいかもしれないですけど、GoBot っていうのがあります。で、Go は、非常に、バイナリがですね、組み込み向けとしては大きいので、この Go の、言語仕様のサブセット、全ての言語仕様がサポートされているわけではないんですけど、サブセットのオープンソースプロジェクトがありますと。それが TinyGo というものですと。これは組み込み向けですね。マイコン向けの Go のサブセットになっていて、LLVM を用いていて、バイナリが小さいと。で、WASM にも対応していますと。で、コードの例ですけども、これもLED をチカチカさせるための、コードになってますね。マシンというパッケージがあって、それに LED というのがあって、それにピンの情報を追加してで、ローとハイで、タイムスリップでチカ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 させる例になりますと。はい。あとはですね、これはなんていうか、別に、IoT という感じではないですけど、スマートフォンとかでも使えて、ネイチャーリモというものがあって、最近バージョン3が出たと思うんですけど、それの API とかのクライアントライブラリを私が開発してますし、ネイチャーリモ自体も、サーバーサイドが Go で開発されてますので、このクライアントライブラリ使うと、この左にちっちゃいですけど、LINE ボットとか作って、エアコン操作したりとかもできます。あとはフロントエンドの開発も、こちらはですね、サードパーティー製の、かなり頑張ってるプロジェクトではあるんですけど、Go から JavaScript を生成する、プロジェクトになっています。Go4JS というやつですね。で、Go ルーチンとチャンネルにも対応していて、かつほとんどの標準パッケージに対応しているという、並々ならぬ努力が感じる、プロジェクトになっていますと。で、Node.js でも動きますし、Java の NAS でも動きます。で、プレイグラウンドもあって、この下の図のようなやつですね。これをランってするとですね、JavaScript が実行されます。JavaScript に変換して、それを実行するので、アラートとか出てきます。なので、どうしても JavaScript を直接書きたくなくて、Go を書きたいという方はですね、この Go4JS も選択肢の一つかなと思います。で、これはですね、サードパーティープロジェクトだったんですけど、実はGo1.11 から実験的に始まっている WASM の、対応というのがあります。これは、
ウェブアセンブリというこのブラウザで実行できるバイナリ形式の言語があってですね、ウェブアセンブリと言ってるからそうですね、ネイティブに近いパフォーマンスで動作するという触れ込みですね。基本的には C とか C++ とかあとラストとかをコンパイルして、ウェブアセンブリを生成するという形になっています。で Go の対応状況としては Go1.11 で実験的な対応が始まってですね、先ほど挙げたクロスコンパイルによって、GoOS の方 Goose の方を、JS Go 値のアーキテクチャの方を WASM にすると、ウェブアセンブリの形式で発揮出せますと。こちら結構、頑張って対応している感じなので、例えば JavaScript の API を呼ぶということもできて、それは syscall.js というパッケージを使うと JavaScript の API、つまりは、DOM を取ってきたりとか、そういったものが、できますと。はい。あとは、これもかなり、怪しげなプロジェクトになってますけど、Go Mobile という、モバイルアプリを開発するための、フレームワークというか、ツール群がありますと。これは iOS、Android に対応していて、例えばもう右のようなこれ、フラッピーゴーファーというやつなんですけど、ゲームが作れます。これは私のNexus 9で、動かしている例ですね。で GoLangGoLogX モバイルという準標準な、パッケージでプロジェクトとして開発されています。あまりそんな頻繁に開発されているものではないですけど、日本の方で、星さんという方が、これでゲームを作って実際に、ストアにリリースして、ファミ通に載ったりとかしているので、それなりに、有効ではあるかなと思います。2通りの開発スタイルがあって、ネイティブアプリという Go だけで書くパターンと SDK アプリという Go で書いたライブラリを呼び出すと。分かる人向けに言うと JNI とかを使って呼び出すと。ブリッジ作ってそこから呼び出すみたいな、そういった、方法もありますと。今ちょっと言っちゃいましたけど、エビテンという、Go の 2D ゲームライブラリがあって、こちら、エビテン .org にアクセスすると見れると思うんですけど、この右にある、熊のレストランとかがエビテンで開発されています。要はストアに出せるレベル、商業レベルの、ゲームを作れますね。ただ結構ね、大変ではあると思います。この、星さんっていう方がですね、並々ならぬモチベーションで開発されているので、どんどん進んでいってますけど、これを一から、素人がやろうとすると大変ではあるかなと